かぶじいさん。はい、着きました。ね。ついてるんですよ。はい。よいしょ。ちょっとネットで見ますとね。かぶじいさん。動画の最後に次回の予告編があります。最後までお付き合いくださいね。はい、こんにちは。かぶじいさんです。今回はかぶじいさんのトークタイムですね。バーナーの第3弾になります。前回までは主にファミリーキャンプで使っていたボーディ缶やカセットガスコンロのバーナーを紹介してきました。でファミリーではもう OD 缶がメインだったんですけれども、ファミリーのキャンプとは別にソロでキャンプを行ったりするような場合ですね、OD 缶や、カセットガスコンロでは薬不足になるようなシーンっていうのがあります。主に寒いシーズンですか、高所ですね、高度の高い場所行くとですね、OD 缶やカセットガスコンロが使えないシーンっていうのが出てきまして、そんなシーンで活躍してくれたこの液体燃料ガソリンを使用するバーナー類に手を出してね、沼にはまっていきました。でですね、バーナーの使い分けの変遷を語ろうと思ってたんですが、一つのバーナーに使い方の特徴や癖やいろんな歴史っていうものがあって、それを短い動画の尺で全部深掘りして話すのはちょっと無理だなというようにじいさん感じましたんで、今回はガソリンバーナーの第1回目ということで、最初にかぶじいさんが手に入れたガソリンバーナー1台目、コールマンのモデル 508A ストーブ、これだけで約20分の動画でいこうと思います。皆さんはきっといろんなバーナーの話を期待されてたと思うんです。中にはこの MSR のウィスパーライトインターナショナル、すごいコアなちょっとニッチなストーブなんで楽しみにされてた方がいたんじゃないかなと思うんですね。コジアンさんそうなのかなと思うんですけど、このバーナーの話するだけでもう優に20分いっちゃいましたんで、どうか今回はこのストーブだけでやらせてください。では行ってみます。かぶじいさんトークタイムです。はい、これからね、コールマンの 508A ストーブ、まずね、今燃料が入ってませんので、こちら外してね、燃料をね、この中に入れていきますね。で燃料を入れる際はこの周りに火器があってはダメですね。はい。でキャップを開けましたら、このね、ジョーゴを使ってね、給油をしますね、タンクの。染料の燃料がありまして、コールマンのこのエコクリーンっていうコールマンのホワイトガソリン、これをね使いますね。ホワイトガソリンといって添加物が入ってないんですね。添加物はですね、このストーブのジェネレーターと、この下にジェットノズルがあるんですけど、そこに炭化して異物として入ってしまうんですね。そうすると非常に危険です。なので、基本的にはホワイトガソリンを使うようにします。この上後には専用のねフィルターが入ってまして、タンク内に異物が入らないようにねなってます。でこういう形でね全部入りましたら、ちょっとまっすぐにしてあげて、はい、で蓋をします。こうやってね蓋をします。キュッとねエアが漏れないように蓋をしました。で、こぼれたねガソリンはね拭き取っておきます。引火すると危険ですからね、ほんと細心の注意でやる必要があります。このノブを左に回して、これポンピングのノブなんです。左へ回して親指で塞いでポンピングします。こうやってこうやって正確に深く5678910で、これをね押せなくなるまで延々と、もうこれ以上このポンピングのこのシャフトの中へ押せないぐらいまでポンピングを続けます。はい。
回止めます。そうしましたら、これタンク内加圧されました。次にこれね、ガスバーナーと違っていきなり火がつかないんですね。ガソリン燃料が気化して霧状になるまでジェネレーター、この中に燃料を通してここを温めることでガソリン燃料が加熱されて気化するんですね。そうするとバーナーからこうシュッとスプレー状に燃料が出て気化できるようになりますので、私の場合はこういうことはコールマンには書いてないんですけど、この S ビットの固形燃料ですね。この固形燃料でここをね温めて点火します。はい、今ねちょっとつきましたね。ここでね今加熱してます。わかりますですかね。1分ぐらい加熱したんで、ここでバルブをこのねオフ、ロー、ライトって書いてありますでしょ。ここにバルブポジションオフ、ここなんです。で真下がローですね、とろ火で、右がライト、はい、つまりね着火もしくは大きな火力です。でちょっとずつ開けます。はい、今ね開けてます。はい、つきました。でね、いい感じですね。スムースに見えますかね。ちょっと見えせっかな。今ねついてるんですよ。もうこういう感じでつけます。でジェネレーターを積極的に、加熱するためにちょっと少々強火にしておきます。であんまりここがですね、ガソリン燃料の気化が十分いかない場合ですね、こういうジェットのガスとして燃焼できないことがあるんですけど、モワ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 っと大炎上状態になることがあります。その場合は一回ガソリンをちょっと抑えてですね、大炎上状態を避けます。で着火の際に、空気圧消費しましたんで、ポンピングしますね。で今青火でですね、青火で十分に安定して燃焼しているようですので、とろ火へ持ってっちゃいますね。はい、でこの状態でポンピングをまたします。今ね着火の時に圧が抜けましたので、とろ火にして開けてまたポンピングをします。もう押せないぐらいポンピングしたらおしまいです。見えますかね。今ね安定して火がこうやってねついてるんだけど、ちょっと見えないか。ちょっと大火力にすると見えるかな。こういう感じです。見えますでしょうか。着火の儀式ですね。はい、どうでしょうか。ここに書いてで絞りたければこうやって火力を抑える。見えますでしょうか。はい、とろ火、強火、とろ火でですね、使うに従ってこのタンク内のガス圧がどんどん燃焼とともに徐々に落ちてきますので、しばらく使ったら、ポンピングします。でも大抵の料理の場合はそんな何回もポンピングしなくても1回の料理分ぐらいであれば最初の50回100回のポンピングでね持つと思いますね。止めるときはこれを、ノブをですね、このオフ、これを一気にオフのポジションへします。ちょっとやってみますね。オフです。とね、しばらく残圧がこの中に残ってるんで、今ねシューって言ってますけど、まだちょっと圧があるんですね。なんで注意してください。すぐ手をつけちゃダメ。
で完全に消えるまでこのまま放置します。ですごい高温になってますんで絶対触っちゃダメ。あとうかつにここのタンクのキャップ開けると、この中は今圧のかかったガソリンが充填されてるんで、誤ってこの蓋を開けると圧がかかったガソリンがここから一気にチュワーッと吹き出します。ドバーッと。そうするとこの熱によってガソリンが引火してここが大炎上状態になるので、このキャップは燃焼開始してから冷めるまでの間は絶対開けちゃダメです。使用中に燃料足そう、絶対ダメです。もう大火災になりますので、大やけどっていうかもう人が死にますね。で今ねまだね残圧が残ってますんで、このままね冷えるまで待ちます。今度はねいわゆるコールマンが推奨しているやり方です。ちょっとねコールマンのやり方はダイナミックなんでちょっと要注意なんですけど、まず先ほどと同じでポンピングをします。でもしこのポンピングの時、このポンピングのステムシャフトの動きが渋いようでしたら、ここにですね、ちょっと見えないと思うんだけど、ここに給油口がありますんで、このコールマンの専用のルブリカントっていうねポンプキャップ用オイルっていうのがありまして、ここから給油します。ここにね穴があるんですよ。でここからね給油してあげます。でこうやってチュッと中へねオイルが入ってきますのでなじませます。オーリングをね、古いモデルはオーリングが革なんですね。滑らかです。で新しいモデルはゴムです。ちょっと渋いですね。でですね、もう一回ポンピングしますね。硬くなるまでポンピング。はい。ちょっとね硬くなったんでもういいかなと。でここからなんですが、コールマンのやり方はですね、はい、この状態でガソリンが今燃えてます。この状態を維持します。そうすると、ここのジェネレーターが温められるんですね。今生ガスが出てて十分に気化できない生ガスに火がついてるんです。でこれあんまりやるとここがもう大火災状態になるんで、ほどほどで、このライトこれで今炎上させてますと、次第にジェネレーターが温められてガソリンが気化し始めてジェット風になります。今ねジェットになりかけました。わかりますでしょう。こういう感じです。これがコールマンが言っている点火のお作法ですね。でここまで来ましたら、また先ほどと一緒でポンピングします。ちょっと怖いんで温度下げ、ノズル下げました。ちょっと手袋しますね。おじいちゃんですしね、危ないからね。ポンピング、ね、ポンピングの目安はなんか火がね安定して燃えなくなって、なんか息つきをしたりですね、こう音がゴーって音がボボッボボッとかっていうね息つき状態になりましたら、圧が下がってきたなーってね、コールマンちゃんがね教えてくれてることなので、はいはいって言ってポンピングをしてあげますね。もう絶好調ですね。これもかれこれ35歳頃買ったと思いますので、もう30年前ですけど現役でで、コールマンモデルのすごいとこは、もうこれそれこそ40年以上前のモデルなんですけど、古部品が全部単体で入手することができます。特に消耗品と呼ばれてるガソリンを気化させるためのジェネレーター、これ消耗品である程度使うと交換がいりますが、もちろん売ってます、古部品。それからこのバーナーのねリング、バーナーリングですね、これもちゃんとね売ってるんですよ。ポンプ部分も単体で入手ができます。ノズル、バルブ、キャップ、タンク、単体で入手することで、コールマンは部品の供給がすごいですね。やっぱりそういう文化なんですかね、古いものを大切にする。はい、というところでした。
ポジションにしますね。このオフと書いてあるところへノズルを、今ローなのでオフへチュッと。でガソリン式は先ほどもちょっと話したんですが、止めてもしばらくまだこれ見えないけどね、ちょっと小さく火が出てるんですよ。というのはこのね、長いジェネレーターの中のガソリンが全部消費されるまで無化したガスが出てますので、しばらくこのまま放置します。変に触らない方がいいですね。止める時が一番事故多いんですよ、実は。安易にキャップを開けて生ガスが気化したガスが出て火がついちゃうとかね、ここにうっかりもう火が消えたと思って触っちゃって大やけどとかね、もう全体熱いですから本当に注意してください。で近くに燃えるようなもの、可燃物絶対置かないですね。今ねボボって言って火が消えましたけど、このまま放置しておきます。はい、以上がねコールマン 508A のね着火、それから消火のプロセスでした。カブじいさんトークタイム。このコールマンの工場っていうのは、現在は知らない、当時ですね、アメリカウィチタ、KS でカンサス州ウィチタに工場がありましてね、コールマンアウトドアプロダクトインコーポレートウィチタカンサス67219。このカンサス州っていうのはアメリカではアメリカの兵装と呼ばれてる、大西洋からも太平洋からも南からも北からも東からも西からも、最もアメリカ大陸の中で一番奥まった、どの海、そこから上からも下からも遠い、一番遠いところにあって、つまり仮に潜水艦とかで攻撃しようとしても、アメリカの一番奥深いところなので攻撃を受けにくい、もしくは爆撃機やそういう戦闘爆撃機みたいので攻撃しようと思っても、長いアメリカ大陸の懐へ入っていかなきゃいけないような、そんな場所、それがカンサス州のウィチタ。そんなところでこのコールマンのストーブっていうのはね作られていて、なんていうのかな、へそでコールマンの工場があることはその戦略上の話とは関係はないと思うんですけど、なかなか意味深というか、ってカンサスのウィチタでコールマンも作ってるんだっていうね、なんかアメリカを象徴するような、そういうウィチタというところで作ってる、それがコールマンのストーブやランタンなんですね。はい、これはね雑談でした。はい、ここから次回のおまけ予告編になります。はい、先日入手しましたね、人生初の UL テントをね最古のキャンプで実戦投入しました。果たしてその使用感はいかがでしょうか。ただの我慢テントなんでしょうかっていう動画です。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。